日本史竹御所の数奇な人生。竹御所は源頼家と若狭局の間に生まれたが、父母や兄弟の身内たちが次々と殺害される。北条政子の没後に竹御所は鎌倉幕府の第4代将軍九条頼経と結婚して解任するが、死産で親子ともに死亡するという悲劇に見舞われた。竹御所の数奇な生涯を詳しく見ていこう。竹御所は1202年建仁2年、父は二代将軍源頼家と母は比企能員の娘若狭局との間に生まれている。同母兄には一幡が、異母兄弟には公暁のほかに英実と善行がいる。竹御所という名前の由来については、住居の周辺に美しい竹が密生していたからだと言われている。本名は源真理子ともよし子とも言われている。竹御所がまだ2歳の1204年元久元年、比企氏の乱で北条時政に母の若狭局をはじめ兄の一幡も殺害され、比企一族は滅亡している。さらに父親の頼家も時政によって伊豆の修善寺へ追放され、翌年には暗殺されている。大姫と三幡という2人の娘を立て続けに病で亡くした北条政子は、身寄りのない竹御所を憐れんで引き取って我が子のように養育した。鎌倉幕府の第3代将軍に就任した源実朝は、後鳥羽上皇のいとこの坊門信子と結婚する。しかし実朝と信子の間には子供が生まれなかった。将軍の後継者がいないことを憂慮した北条政子は、1216年建保4年12歳になった竹御所を信子の養子としている。さらに政子は実朝の意向を受けて上洛し、取次役の藤原謙氏に相談して、後鳥羽上皇の皇子を実朝の跡継ぎにする内諾を得ることに成功する。それにより次期将軍には上皇の皇子である頼仁親王が統下することが決定した。政子と実朝は将来的に18歳の頼仁親王と17歳の竹御所が結婚すれば、鎌倉幕府は安泰だと喜び合ったに違いない。ところが実朝や北条氏に父の頼家を殺されたと信じる竹御所の異母兄弟の公暁は、恨んで復讐を誓うのである。そして公暁は1219年承久元年正月、右大臣の拝賀式で実朝を暗殺する。この暗殺事件は公暁の単独犯行か、それとも黒幕がいたのかと様々に論議されているが、現在でも謎のままである。源実朝の暗殺事件に驚愕した朝廷は、一挙に幕府との関係を友好姿勢から強硬姿勢に切り替えている。北条義時はいつまでたっても親王が統下しないため、北条時房に命じて1000騎の兵士と上洛させて朝廷を威圧している。後鳥羽上皇は仕方なく九条道家の子でまだ2歳の三虎、後の九条頼経を鎌倉へ統下させることを決定した。九条頼経は源頼朝の妹のひ孫にあたり、実朝とも姻戚関係になる。北条時房は九条頼経を奉じて1000騎の兵士たちと共に鎌倉へ帰還している。
後鳥羽上皇は源氏将軍を失い、混乱する鎌倉幕府を叩くチャンスは今しかないと決断する。1221年に上皇は北条義時追討の院宣を下して承久の乱が勃発した。幕府軍は北条政子の決起文に感化されて十数万人の大軍で都に押し寄せ、朝廷軍にたった1ヶ月で勝利する。出家した実朝未亡人の盆音信子に代わり、竹御所は再び政子の庇護の下で暮らすことになった。北条義時に続き北条政子が没すると、北条泰時が執権に就任する。1226年嘉禄2年、九条頼経が鎌倉幕府の第4代将軍に就任している。泰時は義時や政子を失い、不安定化する鎌倉を安定させるために、幕府の象徴として北条政子に代わって竹御所にその役割を求めた。1230年寛喜2年、29歳になった竹御所は幕府の要請を受けて、なんとまだ13歳の九条頼経と結婚する。鎌倉の御家人たちは源氏の血統を引く頼経と竹御所の婚礼を喜んだ。そして5年後、竹御所は頼経の子供を解任する。しかし1234年天福2年、生まれた子供は死産となり、竹御所も同時に逝去した。享年34であった。比企の乱で一幡が、実朝暗殺事件で公暁が誅殺され、相前後して竹御所の異母兄弟である栄実と善行も北条氏によってすでに粛清されていた。そのため竹御所の死去によって源頼家の子供たち5人はすべて若くして亡くなったことになる。竹御所の死は関東の御家人たちに大きな動揺を与えた。源氏の血を引く竹御所は武士たちのかけがえのない精神的支柱となっていたのである。そのため在京中の御家人たちの中には不安のために鎌倉へ帰る者も現れたという。竹御所の人生は北条氏によって翻弄され続けた発行な生涯であった。